D1 とは違う見せるためではない速く走るドリフトの秘密は、その秘密を支える技は、車は一般的なドリフトマシンと何が違うのか、全ての謎が一挙に解明。 WRC 直伝新井俊弘の 4WD ドリフトテクニック。さあ世界のマシンですよ。やっぱりね気になるのは車。はい、これね見たところに言うと車高とかはちょっと高めですね、やっぱり。そうですね、まあちょっと高いところというか、今ちょっとラフなところ走らせたので、ちょっと高いんですが。なるほど。はい、外装もなんかノーマルな。そうですね、なんやろうもついてないですよね。ホモロ原色すごくうるさくて、量産車でもオプション品はつけられないんですよ。もう量産のまんまのものしかダメなんで。なるほど。はい、マフラーもどっちかというとちょっと可愛らしげな感じのやつが。そうですね、マフラーもノーマルの形状が60パイなんで、それ以上大きくできないんですよ。それ小さくできるんですけど、あんまちっちゃいとほらねこれが限界なんですね。そうなんですね。中もちょっと見せてもらってよかったですか。はい、えらいことになっとるんですよ、なんかロールバーが。これやっぱ考えて作っとる、当たり前ですよね。そうですね、これFIA の方の購入を取るのに、上から何トンと押された時何センチまでしちゃいけないというのがあって、その規定のロールバーなんですね。なるほど。はい、そして中身はやはり高級な材質で使ってあるですよ。そうですね、まあ軽くという感じでね。はい、乗ってる人も軽い人なんですか。よくいますね。ちょっと座ってもよかですか。どうです、どうぞ。ちょっと座るです、世界のマシン。これ前が見えませんね。見えないですよね。特に私のシートの位置が低いんで、低くしてロール感を出さないようにしてるんですね。また古いラジカセがついてますね。いいでしょう。結構ね、あれで燃費から全部出るんですよね。だからガソリンが何リッター残ってるから、最高速から、一般道のその距離が1メートル単位まで出るんで、1メートル単位、あれがないとね、違うとこ行っちゃう時が多いので、はい、横の人に道を教えてもらいながら走るってシステムですよね。はい、エンジンはどんな風な感じで何馬力ぐらい出てるんですか。エンジン自体はほとんどいじってないです。ノーマルみたいなもの。ノーマルでちょっとラリー用にそのレスポンス良くしたりとか、トルクを出すのにまあ320、30馬力ぐらいかなという感じです。あまり馬力ってなかったですね。ないですね。はい。車高もやっぱりかなり高いとですよ。そうですね。高い時と低い時と車高がだいたい5センチぐらい上下するんで、ターマックの中だとこれがもっとベタっと落ちますし。舗装の上だとやっぱり低い感じになるとですね。じゃあそのままじゃあここは今日は舗装なので、舗装路面の走り方をねちょっと盗みたいとですよ。みんな見てない時に。よかったですか。はいです。ちょっと横に乗っけたりしてもらうこともできるんですよ。はい。なかなかいい人じゃなかですか。すみません、お願いします。はい、よろしくお願いします。それでは試乗開始。飲む券技を盗めるんでしょうか。じゃあお願いします。いやーやっぱりね、世界の新井さんの横に乗るのはちょっとワクワクするですよ。まあギアは普通に変えるじゃないですか。H パターンですよ。ドッグミッションみたいな感じでね、アクセルを踏みながらね、クラッチをもんどるんではなくね、ブレーキもんどるんですよ。ほらすごいばい。おお、左足はねずっとブレーキ。もうね、この辺のスピードがねドリフトの肉とは全然。車速を上げるらしいのですよ。もうね切り込み30分ぐらい切っとるんですよ。おお、ほぼ真横。もうねほぼ真横。今ね1回転ぐらいカウント当たったんですよ。もう真横ですよ。はえーなんかね回転がね速い速い。回るスピードが FR です。目が回る。もしかして飛ぶ気なんですかこの人。おお、何も見え。怖い。これは何も見えんですよ前が。
いやーこの手のドライバー何を考えてるかわからんですね本当に。いやだいぶ目が回ったですよもう飛ぶかと思ってヒヤヒヤしてキュッときたですね。私もキュッときましたね。でもね全然やっぱねドリフトと違うのが、左足がずっとブレーキに乗っとるんですよ。そうですね、やっぱり四輪駆動ってフロントにも駆動が入るんで、うまくフロント荷重かけてやらないと、やっぱり逃げちゃうんですね頭が。だからアクセルコントロールの代わりにブレーキでそのフロント荷重だけコントロールみたいな。でやっぱり寄りを全てここに荷重をかけてやらないと、やっぱりスポーンって出ていかないんで、なるべくそういうふうに。もうね初めてねフロントから煙が出っ放しっていうのを経験しましたいやでもブレーキのこの強弱がねやっぱすごく参考になったですね。あ、そうです。ドリフトの振り返しはね、左足ブレーキ使えると思うんですよ。なんかねそういう気もしてきました。ぜひなんか鈴鹿とかでは使えそうな気がするんですね。ぜひやってみてください。わかりました。 T1 とは違う純粋に走るためのドリフトテクニック。しかしその車にかける情熱は寸分も違わない。熱い走りが人に与える感動はどんな場合も変わらないのだ。